ソニックシリーズは1991年にスタートしましたが、実はそれからわずか2年後、シリーズ初のテレビアニメがスタートしました。そこから今日に至るまで、様々なソニックアニメが作られています。ということで今回は、そんなソニックのアニメシリーズの進化の歴史を、一挙に解説していきたいと思います。ソニックのアニメというとソニック X が浮かぶ人が多いと思うけど、それ以外にもいろんなアニメが登場するぜ。今回は全部で7つのアニメシリーズを紹介する予定ですので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。それでは、早速始めていきましょう。一つ目は、アドベンチャーズ・オブ・ソニック・ザ・ヘッジホッグ。1993年から1996年にかけて、アメリカで放送されていたアニメです。ソニック初のアニメーション作品であり、全65話という長期シリーズとなりました。初代ソニック・ザ・ヘッジホッグが1991年発売だから、その2年後にもう長期アニメシリーズが放映されたことになるな。ソニックをはじめとして、テイルスやエッグマンといったおなじみのメンバーも登場するけど、今とは違ったビジュアルも顕著だぜ。特にエッグマンは、赤黒い目でとんがり頭、そして今以上に肥満体質なデザインに仕上げられています。ただ見た目は違っても、中身はやっぱりエッグマン。何度もソニックやテイルスを倒そうといろんなメカを仕掛けるけど、いつも爪が甘くて失敗してしまうぜ。そして毎回、I hate that hedgehog という捨て台詞を残して逃げ去っていきます。売買金みたいなもんだな。ちなみにこのエッグマンのデザインは、ぷよぷよの海外版、ドクターエッグマンのミーンビーンマシーンにも使用されてるぜ。そんな今作のストーリーは、惑星モビウスという星を乗っ取ろうとするエッグマン一味と、ソニック、テイルスとの戦いを描いたコミカルな物語になっています。ゲームとの関連性は低いけど、いろんなギャグ満載で人気の作品だったぜ。また、本作にはエッグマンの古文ロボットである、スクラッチとグラウンダーというオリジナルキャラクターが登場します。今でいうオーボットとキューボット的なキャラクターだぜ。スクラッチとグラウンダーは、ソニックを捕まえるため奮闘するものの毎回失敗し、よくエッグマンにお叱りを受けています。さらに準レギュラーとして、エッグマンの基地の掃除当番ロボットである、ココナッツというキャラもたまに登場。みんなちょっと抜けてる感じが憎めないんだよな。ただ今作は日本語版はなく、また配信サイトなどでも配信されていないので、今からだとちょっと見づらいのが残念ですね。二つ目は、ソニック・ザ・ヘッジホッグ。さっきのアドベンチャーズ・オブ・ソニック・ザ・ヘッジホッグと同時期、1993年から1994年にかけて放送されました。土曜の朝に放送されていたことから、サタデー AM ソニックなんて呼ばれ方もしてたぜ。2シーズンかけて放送された本作は全26話で構成されており、こちらもオリジナル色の強い作品となっています。こっちのサタデー AM ソニックは、ストーリーが結構シリアスだったぜ。このシリーズの舞台は、主に人型の動物たちが住む惑星モビウス。この星にあるエイコーン王国という国は目に見えない敵と戦っており、国王は戦争を終わらせるため、人間の科学者ジュリアンを登用しました。しかし、ジュリアンと彼の甥のスニブリーが王国に対してクーデターを起こします。国王は別の次元に追放され、市民は捕らえられてロボットの奴隷に変えられてしまいました。いきなりかなりの犠牲者が出てるな。その後、ジュリアンはドクターロボトニックに改名、モビウスの冷酷な独裁者となるのです。ここでエッグマン、元イロボトニックの登場だな。今回のエッグマンは茶目っ気があまりなく、悪役ムーブ全開だぜ。ロボトニックに立ち向かうのは、森の中の隠れ里、ノットホールで活動する、フリーダムファイターズです。彼らはソニックと、王の唯一の後継者である、サリー・エイコーン姫によって率いられています。サリーはシマリスモチーフのキャラクターで、本作ではなんとソニックの彼女だぜ。他にもフリーダムファイターズには、シリーズおなじみのテイルスをはじめ、コンピューターの天才ローター・ウォルラス、フランス人のコヨーテ・アントワーヌ・ドパルドゥ、反ロボット化されたバニーラボット、ダルシー・ザ・ドラゴンといったキャラクターたちも参加しています。また今作では、ソニックがパワーリングというアイテムを使って一時的にパワーアップするという設定があるのですが、この設定は後のソニック X というアニメでも登場しました。ちなみにこのパワーリングを作ったのは、ソニックの叔父のチャックというキャラクターだぜ。ソニックの親戚が登場するというのも、このサタデー AM ソニックの大きな特徴ですね。ちなみに余談ですが、今作のヒロイン、サリーはかなり人気が高かったようで、ソニックのゲームにも登場する可能性があったそうです。結局そのゲームの開発自体が中止になってしまったので、サリーの登場もなかったことになってしまったのですが、もし実現していたら、ソニックのメインヒロインはこのサリーになってたかもしれないですね。3つ目は、ソニック OVA。1996年に発売された OVA であり、初の国内制作アニメになります。今作は全2話で、ソニック・ザ・ヘッジホッグ CD をモチーフにしてるぜ。本作の舞台は、惑星フリーダムという星。登場キャラクターは、ソニック、テイルス、ナックルズ、エッグマンといったおなじみのキャラたちはもちろん、サウスアイランドという国の大統領や、その娘、セイラが登場します。アニメあるある、オリジナルキャラが本作でも登場だな。ちなみにこのセイラは本編でのエミーに近いポジションで、ソニックのことが大好きという設定になっています。本作は、エッグマンが大統領とセイラを人質に取り、大統領官邸に立てこもるところから始まります。
駆けつけたソニックたちはエッグマンを倒そうとしますが、その時エッグマンが、ソニックに助けを求めてきました。なんでも、エッグマンの住むエッグマンランドに、ブラックエッグマンという人物が攻めてきて、エッグマンランドが乗っ取られてしまったというのです。さらにブラックエッグマンは、世界を巻き込む大爆発を起こそうとしているとか。ソニックは正直半信半疑だったけど、万が一にも本当だったら大変なことになるとみんなに説得され、ブラックエッグマンの元へ急ぐことになるぜ。その後なんやかんやあってブラックエッグマンを倒したソニックたちですが、今度はソニックそっくりのロボット、メタルソニックが姿を現します。出たメタルソニック。今作のメタルソニックはゲーム以上に手強い敵として描かれていて、ソニックはかなりの苦戦を強いられます。さらに、ソニックのコピー、クローン的存在という設定もより深掘られていて、エッグマンの命令には忠実に従いながらも、それ以上に自分のアイデンティティをかけて、オリジナルと決着をつけることを強く望んでいたりしますね。この固い意志がゆえに、最後の結末は結構衝撃的だから、見たことがない人はぜひ見てほしいぜ。オリジナル設定も多いですが、疾走感のあるストーリーで非常にワクワクする作品です。こちらは今からでもバンダイチャンネルや D アニメストアなどで見れるので、興味がある方はぜひ見てみてください。ちゃんと日本語にもなってるからご安心を。4つ目の作品は、1999年にアメリカで放映された、ソニックアンダーグラウンド。このソニックアンダーグラウンドではなんと、ソニックの家族が登場するぜ。今作の物語は、ソニックと、その弟のマニック・ザ・ヘッジホッグ、妹のソニア・ザ・ヘッジホッグの3人を中心に進みます。二人ともやんちゃそうな見た目で、ソニックとは全然雰囲気が違ってびっくりだぜ。物語の舞台は、またまた惑星モビウス。モビウスは、ソニックたちの母であるアリーナ女王が正当な統治者ですが、ロボトニックに支配されていました。この状況に対して、ある預言者が、アリーナ女王に予言をします。アリーナ女王とその子供たち、ソニック、マニック、ソニアが団結して、ロボトニックによるモビウスの支配を最終的に打破するだろう。しかしそのためには、子供たちはみんな、別々の場所で育たなければならない。そのためアリーナ女王は、泣く泣く自分の子供たちを別々の場所に託し、自らも姿を隠したのでした。悲しい運命すぎる。こうして子供たちはバラバラの環境で育てられましたが、成長後、予言の実現のために集結し、母を探します。そして、ロボトニックとの戦いの日々に、身を投じていくことになるのです。また今作では、ソニックたちが楽器型の武器を使って戦うぜ。ソニックはエレキギター、マニックはドラム、ソニアはキーボード型の武器を使って戦います。ちなみにどれも、ちゃんと楽器として使うこともできるぜ。今作も今から見るのは少々難しいですが、機会があったらぜひ見てみてほしいですね。5つ目は、ソニック X。2003年から2004年にかけて、テレビ東京系列で放送されたアニメです。来たぜソニック X。これは見たことある人も多いんじゃないか？全78話が制作されており、52話までが1期、それ以降は2期と呼ばれています。特に2期の方は、最初は日本では放送されていなかったから、存在を知らない人も多いかもしれないな。今では Amazon プライムなどで2期まで見れるので、見たことない人はこの機会にぜひ見てみてほしいですね。このソニック X は、細かい点は若干異なるものの、基本的にゲームソニックアドベンチャー以降の設定を踏襲しています。日本版の声優陣も、基本的にソニアドからの引き継ぎだぜ。第1期の前半は、カオスエメラルドの暴走によって人間の世界に飛ばされてしまったソニックたちと、人間の少年、クリスとの触れ合いが描かれます。クリスは自宅のプールに落ちてきたソニックを助けたことでソニックと仲良くなり、ソニックたちと触れ合うことで成長していくぜ。この頃の話は基本的に1話完結で、エッグマンの悪事を止めたり、街の問題を解決するなど、比較的ライトな話が多いですね。一方で1期の後半では、ソニックアドベンチャーやソニックバトルなど、ゲームを元にした話が展開されます。必然的に話も重くなってくるので、このあたりは非常に見応えがありますね。ゲームを元にしているけどオリジナル要素もあったりするから、原作を知ってる人でも楽しめると思うぜ。そして第2期では、舞台を宇宙に移して、謎の生命体、メタレックスとの戦いが繰り広げられます。ある時ソニックたちの惑星に、謎の機械生命体、メタレックスが襲来。その襲撃によりソニックたちの星は、生命の源であるプラネットエッグを奪われてしまいます。時を同じくして、宇宙から謎の少女、コスモが飛来。コスモによると、メタレックスたちは宇宙の各地を巡り、プラネットエッグを奪って回っているとか。ソニックたちは、いつもの仲間たちとコスモ、そして再び人間の世界からやってきたクリスと共に、メタレックスの野望を阻止すべく宇宙へ飛び出したのでした。このようなストーリーなので、第2期は基本的に1話完結ではなく、全26話を通して少しずつ話が進んでいきます。メタレックス、そしてコスモの正体は何者なのか。1期とはガラリと雰囲気が変わり、非常にシリアスな雰囲気で物語が展開するのが、この2期の特徴です。コスモとテイルスの淡い恋心が垣間見えるのも、2期のポイントだぜ。そしてそこから繋がる、号泣必至の結末も。未視聴の方には、ぜひご覧いただきたい作品ですね。このように、後半は割とシリアスな展開が多めですが、それでも、エッグマンチームのドタバタをはじめとしたギャグ要素、パロディ、メタ発言といった笑いどころも多く収録されているので、全体として非常に見やすいアニメに仕上がっています。
それでいて熱いバトルも繰り広げられるから、本当に今見ても全く色褪せない名作アニメだぜ。また1話から見直してくるか。続いては、ソニックプーン。2014年に欧米で放送された、シリーズ初の 3D アニメーションです。今では世界100カ国以上で放送されていて、その中にはもちろん日本も含まれるぜ。日本ではネットフリックスで見ることができるので、興味がある方はぜひ見てみてください。今作は、2D、3D に次ぐ第3のソニックブランドとして作られたシリーズで、ソニックたちのデザインもアレンジされています。特にナックルズの変化は著しいぜ。通称マッスルズですね。このデザインでゲームも何本か発売されているので、見たことある方もいるかもしれません。ゲームの方に関しては、このデザインの変化にファンが戸惑ったこともあり、いまいち売り上げが伸び悩んだのですが、アニメの方は非常に評判がいいです。1話あたり10分程度だからすごく見やすいし、テンポもめちゃくちゃ良い。話もわかりやすく、毎度何かしらの悪巧みをしてくるエッグマンを、ソニックと仲間たちが阻止するというものになっています。新しいアニメなだけあって、映像が綺麗なのも嬉しいぜ。ソニック X のような重厚感はありませんが、その分非常に気軽に見れるアニメに仕上がっています。隙間時間などでも気軽に見れるので、ネットフリックスに登録している方は、ぜひ一度チェックしてみてください。最後にご紹介するのは、ソニックプライムです。ネットフリックスで配信されているウェブアニメで、2022年よりシーズン1が、2023年7月よりシーズン2が配信されているぜ。今作の物語は、ソニックがエッグマンとの戦闘で、パラドックスプリズムと呼ばれる宝石を砕いてしまったことがきっかけで始まります。パラドックスプリズムが砕けた衝撃で世界が壊れ、シャッタースペースと呼ばれる謎の時空が誕生。そこに存在する様々な平行世界を、ソニックが駆け巡るというストーリーです。最近流行りのマルチバース系だな。例えば SF 近未来風の世界、ニューヨークは、カオス委員会という組織に支配された世界です。そしてナインと名乗る狐のキャラも登場するんですが、彼は見た目は完全にテイルスであるものの、中身は全くの別人。尻尾が多いことを理由にいじめられた過去があるっていうのは元のテイルスと同じだけど、その後誰にも助けられず孤独なまま育ったから、やさぐれた性格になってるんだよな。思い通りに動く機械の尻尾を7本身につけ、いじめっ子たちに反撃していたようです。彼がソニックに出会わなかった世界線のテイルスだと考えると、なんともやるせない気分になるぜ。他にもジャングルに覆われた世界や、陸地がほぼない海の世界など色々な世界が登場し、各世界にソニックの仲間のそっくりさんがいます。ソニックは初めこそ戸惑いながらも、彼らと協力し、壊れてしまった世界を元に戻すべく奔走するのです。また今作は、登場キャラが多いのも特徴だぜ。毎度おなじみのテイルス、ナックルズ、エミーだけでなく、シャドウ、ルージュ、ビッグなんかも出てきますね。彼らがアニメに出てくるのは相当レアなので、まだ見ていない方は要チェックです。2024年には第3シーズンのリリースも決まってるから、今のうちに追いついておこう。以上、ソニックアニメの進化の歴史でした。オリジナルキャラクターが出てきたり、本編とはちょっと違うソニックたちの様子を楽しめたりするのが、アニメの魅力だよな。皆さんのお気に入りの作品や、アニメの思い出など、ぜひコメント欄で教えてください。たくさんのコメント待ってるぜ。それでは、次回の動画でお会いしましょう。